こんにちは、ハルトです。9ナースリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。世界一より優しいシーシャ製の教科書、静かな人の悩みがちな気質を刺さずを生かす3ステップは、内向性の性格に悩む多くの人に向け、悩みを克服するだけでなく、自分らしい生き方や強みを発揮しながら前向きに人生を歩むための実験的なガイドブックです。著者の清間ゆかりちは、自身も内向性として生きてきた経験をもとに、内向性の特性を否定的に捉えるのではなく、その良さや特性を社会や人生の中でどう生かすかに査目しています。本書は内向性を理解し、受け入れ、強みに変えるための3つのステップが体系的に分かりやすくまとめられています。また、具体的なシチュエーションへの対応方法や内向性ならではの悩みに寄り添う優しいアドバイスが多くの盛り込まれ、理論だけでなく日常生活で疑似験できるヒントに満ちています。自己肯定感に自信が持てない、自分の内向的性格がコンプレックスになっている、また対人関係や仕事で生きづらさを感じている方にとって、自分自身を肯定し直す大きなきっかけになる一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、内向性とは何かの理解。本書ではまず、内向性とはどのような性格なのか、その特徴や外装性との違いについて丁寧に説明されています。内向性の人は刺激や人間関係に敏感で、エネルギーの面が自分の内面にあることが多いとされています。繊細さ、洞察力の推さ、深い集中力が特徴ですが、同時に社会の多数派である外装性と比較して消極的と思われがちです。その誤解や偏見を解き、自分の性質を冷静に見つめ直すことが最初のステップです。この章では、内向性が抱えやすい悩みや苦しさ、そしてその原因となりやすい環境要因についても紹介されており、自分は一人じゃないと感じられる構成になっています。ここで大切なのは、内向性をセリオス取った性質ではなく、自分らしい個性であると受け入れることです。次に、内向性の強みを見つける。自己理解が深まった後は、内向性ならではの強みを発掘するステップが紹介されています。内向性は意見、コースが少なく積極的な印象を持たれませんが、深い思考や集中力、計画性、共感力、忠実さなど多くの強みを持っています。本書ではこれらを自生活や職場、人間関係でどう活かせるかを具体的に提案しています。例えば、グループ内でのリーダーシップの取り方、静かな人ならではの信頼関係の築き方、周囲への気張りや近やかなサポートに優れる点などが力として挙げられています。また、ネガティブに切られがちな特性の裏側にあるポジティブな面を見つけ、自分らしい生かし方を考え直すヒントが詰まっています。さらに、悩みをなささず生かす3ステップ。この本の難となるのが、悩みをなささずが生かす3ステップです。1つ目のステップは、自分の内向性経験をしっかりと受け止めて認識すること。2つ目は、その特徴を生きやすさに変える方法を実践的に学ぶこと。3つ目は、自分の強みを発揮しながら周囲とより良い関係を築くことです。各ステップには著者が実験した経験や相談事力、また悩み、別のアドバイスが具体的に紹介されています。例えば、無理に外装的になろうとせず、内向性のままでコミュニケーションが厳化になる工夫や、自分の時間と空間を大切にすることでストレスを減らすコツなどが挙げられます。無理に自分を変えず、自然体で生きることができるよう、心に寄り添いながら常識を示しています。そして、内向性の人が抱える具体的な悩みへの対処法。内向性の人が職場や家庭、友人関係で直面しがちな悩みに対してすぐに示せる具体的な対策がまとめられています。例えば、会話が苦手で沈黙が怖い時の考え方や、自己主張やプレゼンが必要な時の準備の仕方、また人と一緒にいる時の疲労感を最小限にするセルフケアの方法などです。内向性ならではの疲れやすさ、
国民差を無理に克服しようとせず、その特性を自分の味方にする発想の転換法が提案されています。また、誤解されたり評価されなかった経験も紹介され、内向性のままで自信を持つコツが充実しています。最後に、社会や人生の中で内向性が輝くためのヒント、最後の章では、内向性の特質を社会生活の中でどう生かすかが詳しく解説されています。時代が移り変わり、人の多様性や個性が尊重される今、内向性の人にも多くの活躍の場があります。例えば、ウェブを活用した仕事や静かなリーダーシップを発揮できる組織形態、また一人時間を生かした自成長の方法などがまとめられています。自分の特性やエネルギーの面を理解した上で、無理なく自己実現できるコースを選ぶ大切さが説かれています。人生のさまざまなフェーズで彼にぶつかった時、自分らしさを大切にしつつ乗り越えるためのヒントや勇気が得られる内容です。結論として、この本は内向性の自分に悩んでいる人、職場や学校、家庭で生きづらさを感じている人、また内向性の家族や同僚、友人を理解したい人にぴったりです。内向性という言葉を初めて知った方から、内向性の特質に長年悩んできた方まで、どんな時代、立場の方にも役立つ内容です。自分を変えようと無理するのではなく、本書では今のままでも大丈夫という肯定感、自己収容の人化さを感じられる点が最大の魅力でしょう。また、悩みをプラスに変換する具体的なアプローチや日常に取り入れやすい実験力が豊富なため、すぐに使える知識やテクニックが多数学べます。他の自己啓発書や性格診断本と違い、読者の心の奥に寄り添い、等身大のアドバイスが書かれているため、一時的な元気づけだけでなく、生き方そのものが自然と変わっていく力があります。自分に自信を持ちたい、無理なく自分らしく社会で活躍したいと思っているなら、本書は新たな一部を踏み出す最高のパートナーになります。ご支援いただける場合は、魚米ゆかりポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。